はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタ豊です。本日も国別のコーヒーの紹介をする動画なんですけども、これで4本目シリーズ化し始めてきましたね。僕も話しててとても楽しいです。その国の歴史や特徴を知ることで、今日から皆さんのコーヒーの味わい方がガラッと変わるかもしれません。今回ご紹介するのは、コーヒー生産量で世界第3位を誇るコロンビア。国の基本情報からコーヒーの歴史、そしてコロンビアコーヒーならではの特徴までお伝えしていきます。最後に特殊生成方法のダブルアナエロビックを仕入れたので、実際に飲んでみて感想もお伝えしていきたいと思います。知れば知るほど面白いコーヒーの世界です。ぜひ最後までご覧ください。それではまずコロンビアという国をご紹介します。場所はですね、南米と中米の境目の南米側です。コロンビアは南米で唯一太平洋とカリブ海の両方に面している国ですね。そのためアジアや北米、ヨーロッパに向けた海上の交通の拠点で重要な役割を担ってきました。また中米と南米を陸路で結ぼうとすると必ずコロンビアを通ることになり、地理的にもハブの位置になりますね。中継地点ですね。ただし、実際には熱帯雨林と湿地帯で道路が整備されていないようなので、陸路で頻繁に行くことはなかなかないのかなとは思います。さらに隣国パナマでは世界的に有名な海の大動脈と言われるパナマ運河があり、そのコロンビアの国境から150キロぐらいなんですね。その近さからコロンビアの国際的な交通上の強みになっています。こうした地理的条件から昔から文化の交流が盛んに行われていたそうです。で、面積は日本のおよそ3倍にあたる113万平方キロメートル。人口は約5100万人で、南米の中でも比較的人口が多い国だそうですね。5100万人で南米で多いということは、日本の1億を超えるのは本当に人口が多いと思います。で、首都はボゴタ。標高が2600メートルの高地にある首都としても有名です。めちゃめちゃ高いですね。高山病というか酸素大丈夫っていう肺が強そうですね、コロンビアだと。産業面ではコーヒーが世界的に知られていますが、実は他にも大きな輸出品があり、それはまず花。コロンビアは世界最大のカーネーション輸出国であり、さらにバラの栽培でも世界有数の国だそうです。母の日のカーネーションや特別な日に贈るバラの多くはコロンビアから輸入されています。もしかしたら皆さんが大切な人に贈ったその花もコロンビアから届いたかもしれません。標高の高い気候と豊富な日照時間が美しい花を育てているそうですね。次に原油。コロンビアは南米でも主要な産油国。原油が取れる国です。コロンビアは南米でもメインとなる原油が取れる国で、日本や台湾にも輸出されています。普段の生活ではあまり意識されてませんけども、僕たちのエネルギーの一部も実はコロンビアから繋がっていますね。で、そしてサッカーが国民的なスポーツで、代表戦やワールドカップなんかでも街全体がお祭りのように盛り上がります。コロンビアは強いですよ。このようにコロンビアはコーヒーだけじゃない魅力を持ちながら、僕たちの身近な生活とも意外と深くつながっている国なんですね。続いてコーヒーの歴史なんですけども、コロンビアのコーヒーの歴史は、コーヒーの起源はエチオピアから始まりまして、で、そこからアラビア半島のイエメンに渡り、やがてヨーロッパに広まって、18世紀、1700年代初頭になると植民地政策でカリブ海の島々に持ち込まれて、で、さらにコロンビアの隣にあるベネズエラを経由してコロンビアに伝わったと言われています。コロンビアで本格的に栽培が始まったのは18世紀後半、1700年代の後半ですね、に本格的に栽培が始まりました。で、19世紀半ば、つまりは1850年代ぐらいには、主要の輸出産業となり、20世紀には国を代表とする存在へと発展しました。そして現在ではスペシャリティコーヒーや特殊生成方法が注目される国となっています。はい。ここからね、コロンビアコーヒー
ヒーの特徴について説明していきます。まず一つ目の大きな特徴が、収穫が年に2回あるということ。多くの国ではコーヒーの収穫時期が1年通して1回なんですね。なので、今年の分が全部売り切ってしまったら来年まで待たないといけない。なので、人気なコーヒー豆はすぐなくなってしまう。この世界中のコーヒー愛好家がいますので、すぐになくなってしまう時もあります。一時期、僕も大好きなコスタリカのモーツァルトも、一時期なかなか手に入らない時期がありました。例えば、ブラジルであったりとか、エチオピアといった主要の生産国は基本的に収穫は年に一度しかありません。しかし、コロンビアに関しては、赤道直下に位置しながら、アンデス山脈を抱えているため、地域的によっては気候のパターンが変わってくるんですね。その結果、1年に2回雨季と乾季が2回来るんですよ。そのため、コーヒーの木が花を咲かせ、実をつけることができるくらいですね。コロンビアでは9月から12月のメインクロップと言われると、4月から6月の三鷹と言われる2回の収穫が可能となっています。世界的に見ても、こういった収穫体系を持つのは、コロンビアと、あとケニアぐらいだと言われています。年に2回収穫できるというのは、コロンビアの地理と気候が生んだとても特別な条件です。2つ目の特徴なんですけども、アラビカ種 100% を生産しているという点が特徴です。コーヒーには大きく分けて3大品種と言われるコーヒーの品種がありまして、1つ目が高品質で知られるアラビカ種。2つ目が虫に強くて収穫量が多いインスタントコーヒーにもよく使われているロブスタ種。で、3つ目が独特の香りを持つリベリカ種ですね。2つ目のロブスタ種はカネフォラ種というのが正式名称なんですけども、一般的にはロブスタというふうに呼ばれています。で、世界的に見ると、育てやすさや収穫量を優先してロブスタ種も混ぜている国も多いんですけども、コロンビアはあえて手間がかかり、虫の被害にも弱いアラビカ種だけを育てています。これは農家にとってはとても大きなリスクなんですけども、それでも高品質のコーヒーを届けたいという思いから、国全体でアラビカ種 100% を貫いています。コーヒーのその3大品種について詳しく説明するんですけども、一つ目はアラビカ種。標高1000メートル以上の高地で育てやすく、酸味や香りが豊かで高品質なコーヒーとして知られています。ただ、虫の被害に弱く育てるのに手間がかかるため、生産者にとってはリスクの高い品種となっています。二つ目はロブスタ種、通称カネフォラ種が正式名称なんですけども、低い土地でも育てやすく、虫の被害にも強いので、収穫量を確保したい国では広く栽培されています。ベトナムなんかがロブスタ種の生産が多分一番多いはずです。で、ブラジルもロブスタ種を多く育てています。インスタントコーヒーやブレンドコーヒーの苦味を補うためによく使われています。3つ目はリベリカ種と言われるマレーシアや西アフリカなど一部の地域で栽培されています。木が大きく育つため収穫が大変で、生産量は世界全体の 1% 未満ですね。なので市場では全然見かけないです。独特の香りや個性的な味わいを持っていますが、市場ではものすごい珍しい存在です。国全体でアラビカ種 100% を貫いているその背景にあるのが FNC、コロンビアコーヒー生産者連合会という存在がとても大きいです。この FNC は1927年に設立された生産者の組織で、今では約50万人の生産者が加盟しています。品質管理や研究開発、海外へのブランド発信を行い、国全体でコロンビアコーヒーの価値を守り続けています。つまり、アラビカ 100% の徹底や品質の高さは、この FNC の強力なサポート体制があったからこそ実現できます。で、コロンビアの地域ごとによって風味の違いがあるのももちろんあります。アンティオキアはバランス型、ウィラはトロピカルフルーツの華やかさ、ナリーニョは高地ならではのクリーンな酸味が特徴らしいです。そして近年では、ダブルアナエロビックなど特殊な生成方法が増えてきて、伝統と挑戦、この両方を持っているのがコロンビアコーヒーの大きな特徴だと思います。
その特殊な生成方法の中で、今注目を集めているのがフルーツ強発酵という革新的な方法ですね。コーヒーチェリーと一緒に、イチゴとかオレンジとか、パッションフルーツ、桃、グレープなど果実と一緒に発酵させる方法で、果実の糖であったりとか、香りがコーヒーに移り、まるで果実そのものを食べているような味わいになるそうです。ただこれは台湾の生成方法を行っている生産者に聞きましたけども、オレンジを入れたからといってコーヒーがオレンジに味になるわけではないみたいです。そこが生成方法の難しいところだと思うんですけどね。ただ、一味も二味も違った香りになるので、そこは面白いコーヒーとして楽しめるんじゃないかなとは思います。ただ、この方法は、スペシャリティコーヒー協会 SCA の精神で言えば、コーヒー本来の風味を尊重していないという意味では少し邪道にとらわれるかもしれません。でもコーヒーを楽しむという視点であれば、こういった多彩な風味を体験できるっていうのは魅力の一つなので、ぜひいろんなコーヒーを試していただけたらなと思います。それではね、今回コロンビアのダブルアナエロビックをご用意してますので、そちらを試飲していきたいと思います。はい、本日試飲するのはこちら、コロンビアのルビージャスミンダブルアナエロビック。農園がパライソ92というところを呼んでるんですけども、ここは結構有名な農園です。標高は1800から2200メートルで結構そこそこ高いところですね。コロンビア全体が高いのかな？フレーバーがライチや白桃などの甘みが書いてあるので、これはとても期待のできる豆なんじゃないかなとは思います。準備していきたいと思います。はい、入れてきました。はい、とても綺麗な湯ですね。入れてる途中、粉の香りもそうなんですけども、粉の香りはほんのりとライチな香りがあって、蒸らしをしている時点で、ライチティーのような香りがふわっときて、で、今もこの入れ終わった後のコーヒーもライチの香りがします。いただきます。めちゃめちゃジューシーな感じですね。ダブルアナエロビックっていうので、酸素がない状態の発酵なので、より嫌な発酵の香りが多分しないと思うんですね。発酵由来のフルーティーさがとても強く出てますね。後味も甘みが喉の奥にちょっと残るような感じがとても美味しく思います。面白いコーヒーですね。コーヒーらしくないというか、いい意味でのコーヒーらしくなくて、面白いコーヒーだと。いや、これはうまい。たまに飲む感じがいいですね、これ。はい、それではね、最後にコロンビアコーヒーのポイントをちょっと振り返ってみたいと思います。コロンビアは南米と中米の境目にあって、地形と気候の多様性から年に2回収穫できるのが特別な国です。世界の中でも生産数が第3位になっている国です。そして、アラビカ種 100% というのを貫いていて、そのバックには、FNC という組織が品質を守っています。地域ごとに味わいが異なるのもそうなんですけども、近年では特にダブルアナエロビックやフルーツ強発酵など、革新的な生成方法も挑戦しております。ここはね、その SCA としては少し邪道に思えるかもしれませんけども、純粋にコーヒーを楽しむという意味では大きな魅力だと思います。つまり、伝統と革新の両方を持ち合わせて、世界中から愛し続けられる国の一つですね。はい、本日は以上となりますけども、最後に次、この国のコーヒーを紹介してほしいというリクエストがあれば、ぜひコメントで教えてください。今後のシリーズの参考にさせていただきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ではまた。如果你觉得这个影片有帮助，或者是喜欢，多多帮我按赞，这样子我会更努力的制作新的影片。如果有什么疑问，留言给我，很欢迎提问。如果你订阅了频道，当最新的影片上传的时候，你会接收到通知，你就不会错过哦。让我们一起继续追求对你来说美味的咖啡吧，下次见。